よっしゃー。楽しみだ。よっしゃー。楽しみだ。
どうしたんだよ。なんか騒がしいけど。エース君見てあれ。あ？またゾロ目。一気に10マス進めるんだぞ。グリムたちじゃん。ちょっと前まで最下位だったのにずいぶん巻き返したな。サイコロでゾロ目が連続で出たみたいだね。あのルールだな。2と2とか5と5とか同じ数字が出続ける限り無限に進めるってやつ。ま、そんなの何度も続くわけねえし、俺らの優勝は揺るがないっしゃ。またゾロ目か。草食動物と毛玉がやけに追い上げてきたな。まさかの3連続でゾロ目。ガチャ配信だったらすでに神回確定の異常確率とはいえ、これ以上ゾロ目が続いて遥か先を行く拙者たちに追いつくなんてことはありえませぬ。ましてやトップを追い抜くなんてとてもとても。ぬか喜びオツですわ。6と6、またまたゾロ目なんだぞ。ヘッツアー。さっきまでノーマークだったグリム君たちが一気に順位を上げてきた。ついにイデやレオナ組を射程に捉えてゴールドサムチケット争奪戦に名乗りを上げたよ。ってMC のノリでつい盛り上げてしまったけど、これってちょっとまずくないか？サムの野郎、慌てるぐらいならこんなルール最初から作るんじゃねえよ。グリム氏と監督生氏がすぐ後ろに。これもう僕らは抜かれますわ。こいっきゃワンドもやべんでねえが。落ち着けって。確かにすごい追い上げだけど、まだ俺たちとは全然離れてるじゃん。奇跡でも起きない限りここから逆転とかねえから。ねえよな。というわけで大いに盛り上がったニューイヤー企画ライブアクションすごろく、栄えある優勝チームは俺様たちが一番なんだぞ。最後の最後で上位陣をごぼう抜き、フロアを熱く沸かせたグリム君と監督生君だ。一体どうしてこんなことに？マジで起きちまったよ。奇跡。さよなら俺のバッシュ。僕のまといも。一回それを通してみたかった。らしくないことはするもんじゃねえな。今回でよく思い知ったぜ。拙者がすごろくで負けるとは。完全に運とはいえボドゲ部員の名折れ。それじゃあ約束通り優勝賞品のゴールドサムチケット1枚を贈呈しよう。2人で1人ってことで1名分の参加費しかもらってないから商品も1人分だけどね。多分受け取るのは当然俺様だよな。じゃあグリム君、前に出て商品を受け取ってくれ。チートアイテムゴールドサムチケットをついに手にする者が。あの毛玉、何と引き換えるつもりだ。交換する品によってはサムさんのお店が大赤字になる可能性もあるってことですよね。グリムのことだから絶対遠慮とかしねえし、もしかしてとんでもねえこと言い出したり。やったやった。これで最高級ツナ缶は俺様のものなんだぞ。は？それってもしや普段からミステリーショップで売ってるツナ缶のこと？ツナ缶にしては超高いけどうまいらしいっすね。それでも参加費と同じくらいの値段だったような。なんでだ？あれ以上のものなんてサムの店にあるわけねえんだぞ。
確かにグリム氏にとってはプライスレス。まさに土星論。眩しいほど欲望に忠実。いやー、お面が高い。これ以上にタイトな商品はこの店にないさ。お求め誠にサンキュー。サム氏、さっきまでとは打って変わってニッコニコで草。サムのやつ毛玉がバカで助かったな。いや、今日はドキドキだったね。土壇場で優勝をさらわれてしまったけど、君たちのおかげで大いに盛り上がったよ。途中から観客が増えて、ランチボックスとドリンクの売り上げも急上昇。店に寄ってく人も増えて、サムズニューイヤーセールの反則企画としては大成功さ。そんなわけでいろいろあったけど、公式プレイヤーを務めた感想はどうだったかな？特別報酬は取り損ねたし、働き損だな。ま、他のチームを任して日頃の鬱憤は晴らせたぜ。感想も何も、まさかあんなに走らされるとは。体験型ゲームのプレイ経験自体は貴重でしたが。まぐれだけどウィルさんに負けたって言わせたから僕は楽しかったかな。マジで完全にまぐれだけど。俺も寮のみんなとの格ゲー対決3人抜きで大逆転はスカッとしたぜ。楽しんでくれたようで何よりだよ。そうそう、君たちに渡しそびれてたあれを今渡すよ。受け取ってくれ。これは購買部の商品券。そう、2位と3位の商品だよ。商品券。それなら今すぐこれで物資調達させてもらいますわ。今年はもう外に出ませんぞ。絶対にだ。お、結構入ってんじゃん。これならニューイヤー早々頑張った甲斐はあったかも。というわけで反則イベントは大成功。今年もミステリーショップをよろしく。よーチェケ。